かなり忙しいです。県大崎市のこんにちは、みつぐ佐々木チャンネルです。今日もよろしくお願いします。はい、ということでですね、今日の撮影日が3月18日水曜日です。で、このご覧いただくと分かるんですけど、テーブルの上が藍染めの布でごちゃごちゃになってます。これはですね、わざとセッティングしたわけではなくて、ちょっと忙しいというか、作品作りに追われてちょっと整理するのもちょっとめんどくさいなっていうことで、撮影の時に片付けるのもなと思ったので、このままにしちゃいましたです。かなり忙しいです。ですね、3月、今日18で、明日19日木曜日はですね、私が住んでる宮城県大崎市の市役所でトークセッションっていうのに呼ばれてですね、明日そのトークセッションと、あと小さいマルシェに出品をしてきます。ちょっと今回初めてなので、どうなるかちょっと分かんないですけど、それはですね、当日現場に行って動画も回して、でその動画はですね、編集してアップしたいと思いますので、お楽しみにしてください。日々ですね、前回の動画でもお見せしたですね、藍染めに近い色の後染めの作品と、それに掛け合わせたこの藍染めの布たち、これは古布ですね。うまくパッチワークして自分なりの作品にして、で使えなくなった着れなくなった服たちを今蘇らせてる感じでいます。なので随時ですね、ネットショップには更新していますので、まだ見てない方はぜひですね見てください。今日のですねお話というか、ちょっと一旦休憩しますね。いや今3月なので、日本ではですね今花粉症真っ最中。今年はなんか例年の倍以上花粉が飛んでるみたいで、自分はですねこれの鼻水今詰まってるんですけど、花粉症ではなく多分風邪かな、どうなんだろうでちょっとビビってます。で今日ですね、今日ご紹介するのは布の毛スピリッツオブファブリック。去年の7月からですね始めたテキスタイルアート活動になります。でこういう感じのですね、布でこういう妖怪絵を作るテキスタイルアート作品をですね、今までも何点かですね制作しております。前にもですねお伝えしたと思うんですけど、妖怪とかですね神々、日本の教えで、全てのものに魂が宿るという、ことですね。この教え、山々には神々がいてとか、あとたくさん大事に使ったものにも魂が宿ってとか、そういう妖怪にもあるんですけど、そういった日本の教えっていうのは多分、私たちの、根底に育まれてるもったいないっていう文化とか、あとは物に対して大切にですね気遣いをして扱うっていう気持ち、こういうのが浸透しているものなのかなと私は思っています。で、私がですね使用している布はですね、50年ぐらいから100年ぐらい前、もっと言うと150年ぐらい前のものとかも結構あります。で、こういうのはですね大切に使われて残されてきた価値のあるものだと思ってまして、で私はこれをですね100年後の世界にも残したいなと思って、スーパーボロボロコレクションを作ったりとか、こういったテキスタイルアート、こういうのをですね新たな命として蘇らせて、で長く未来にも残したいなと考えています。なのでどうしてその妖怪というか神々というかなんですかね、モチーフにしているのかというと、私が小さい頃にですね妖怪のアニメで育ったような感じなので、鬼太郎とかジブリのトトロとか、
もののけ姫とか、そういうのをですねリンクしたので作ったのがもののけスピリッツ・オブ・ファブリックになります。で、今まではですね、こういう小さいサイズのものを作ってたんですけど、ニューヨークの個展にもですねこういうテキスタイルアートを持っていこうと思ってまして、やっぱりニューヨークっていうとなんかアートの中心の都市みたいなイメージがあるので、誰かの目に留まっていいなと思ってほしいので、少しでも多くの人に見てもらいたいので、私のテキスタイルアートも持っていく予定です。でですね、今回ニューヨークに持っていくのはちょっと大きめのサイズになります。インスタグラムの方では何回かですね投稿させていただいてるんですけど、今回制作したのは、風神雷神図の屏風、風神雷神図ですね。片方ですね、風神の方は出来上がりました。といってもまだフレームにはつけてないんですけど、こういう感じのですね、風神を布の絵で表現してみました。この風神雷神図屏風ですね、最初にですねやろうと思ったきっかけというか、布のけスピリッツ・オブ・ファブリックの妖怪とか神々に近い存在、風神は鬼であり神様であるっていうのとですね、あとは日本の代表的なアイコンの一つかなと思いました。というのもこの風神雷神図のですね一作目というのか、俵屋宗達さんっていう方の作品は17世紀に書かれたものなんですけど、これは国宝になってます。でですね、風神雷神図は実は3人の有名なというか作家さんが描いてまして、一つが、俵屋宗達さんの一番最初のですね17世紀に描かれた国宝になったもので、次がその100年後18世紀ぐらいですね、尾形光琳さんっていう方と、でそのまた100年後の19世紀にですね、酒井法一さんっていう方の作家さんがですね風神雷神図を、描いて、こちらも重要文化財になっています。でこのですね私もですね他の YouTuber さんの日本画とかから学んでるんですけど、お三方はですね時代が違えば、あと身内でもない、血縁関係でもないで、師弟関係でもない、でも美しさというかその興味を持つものがその風神雷神っていうですね共通のものが好きっていうので、その模写っていうんですかね、俵屋宗達さんの絵から、尾形光琳さんっていう方が描いた模写というのがちょっと自分も細かいところはわからないので、他の YouTuber さんのですね動画見ていただきたいんですけど、身内でも師弟関係でもない、身内でもない、その伝統というか引き継がれていないものでもおそらく共通して美しいというものが美しいと思う、そういう共通的なものだけがある、これをですねリンパというらしいんですよね。1970年代ぐらいからそういうふうにリンパと呼ばれるようになったみたいなんですけど、私もこの風神雷神図屏風を見てですね、力強さとかっこよさ、あとはその神々の力というか布のけらしい雰囲気で、あとニューヨークに持っていくっていうことは、それなりにたくさんの人に見てもらえるのでと考えると、代表的なものがいいなと思ったので風神雷神図を選びました。で、今ですね風神が終わって、で次雷神なんですけど、ちなみに、一つ作ったので2週間ぐらいかかりましたね。スーパーボロボロコレクションよりもちょっと長くかかるぐらいちょっと大変な作業です。なのでおそらく雷神の方がもう少しかかるかなと思ってます。というのも最初どっちから始めようかなと思った時に雷神の方が難しそうだったんですよね。なのでまずはちょっと簡単そうな風神からと思ってやってみたら、
封じもかなり難しく、2週間かかりました。なので、そうですね、多分雷神終わって、で、木のフレームにくっつけて、で、ちゃんと発表できるのは多分4月中旬から下旬かなと思います。でもできれば早めに終わらせて、もう一作品何か新しいテキスタイルアート、洋服だけじゃなくて、そういうのも持っていきたいなと思います。最後になんですけど、今手元に残ってる鬼のこういう布の毛のですね、こういう作品まだ販売してますので、今あるものですね、画像でお見せしておきます。気になるものありましたらご連絡いただければ、ネットショップには載せないんですけど、でもダイレクトメッセージとかで直接ご連絡いただいた方にはですね、販売しようと思ってますので、ぜひですね、よろしくお願いします。はい、以上です。今日もですね、ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンと、あともしご意見とかコメントあれば残しててください。で、次はですね、4月の上旬かな。1週間お休みして2週間後にお会いしましょう。です。ではよろしくお願いします。ありがとうございました。ではまた。